今東京でやってて、野菜ももちろん農家さんから直送でいただいたものだったりとか、素晴らしいものを使ってるんですけど、ミシェル・ブラスの時の本当に毎朝畑に行って、毎朝野菜取って、毎朝ハーブを摘んで、本当の朝どれというか、で、それを最高の状態というか、を経験したからこそ、やっぱり東京でやるんだったら、その新鮮さを売りにしたくないというか、これが新鮮で取れたてですみたいな料理じゃなくて、江戸前寿司のようなイメージというか、しっかり手をかけて、だからお店で出すシグネチャーディッシュとして出しているエチベという野菜を使った料理も生野菜のサラダじゃなくて、しっかり火を入れて発酵とか塩漬けして、その鮮度の良さっていうよりは時間をかけたからこそ生まれた味わいに着目して今は料理を作ってます。ガルグイユも世界中の料理人がおそらく知ってるだろうっていう料理で、やっぱりそれをオマージュした料理って多分世界中で作られてると思うんですけど、本家本元のやつもちろんその働く前にちょっと食べて、で本当に感動してびっくりして、こんなに美味しいんだみたいな、こんなに美味しくどうやって作ってるんだろうみたいなのも本当にすごく思ったし、本当に無造作に見えてるソースだったりの量とか配置とかいろんなパーツとかあるんですけど、もうどれも完璧な組み合わせで、でもそれが毎日違う野菜で、そのソースの状態も違うのに毎回完璧に感動的に美味しさになるみたいな、本当にすごいなと思って、やっぱりそういうスペシャリテって言われるものをこう吸収したいなっていう気持ちがあったので、ガルグイを作るポジション、フランス語で野菜っていう意味でレギュムっていうポジションで3年間そこでそのポジションをやらせてもらって、毎日形も違えば味も違えば、本当にもう誰よりも3年間で野菜に触れたなって思っていて、ブロッコリーとかカブとか同じものでもこれ焼いた方が美味しいんじゃないかとか、茹でた方がなんか水分ってこの野菜飛びやすいんだなとか、そういうのをすごいその3年間で学んで、で、当然今僕も作ってるエチベも、オマージュというかその時の経験で作ってはいて、今回5種類ソースも季節のものを使ってて、今回なんかだとやっぱりビーツ、あとは夏頃にたくさん取っておいたバジルとかもオイル漬けして置いといたものなんかもあるので、そういうのを使ったちょっとペーストなんかいろんな味のソース使っていきます。基本的には野菜も蒸したり焼いたり揚げたり、煮たり、それぞれ適切な調理を施して、エチベっていうのはもうフランス語で蒸し煮という調理法の一つなんですけど、それをそのまま料理名にしてるみたいな感じで、その野菜それぞれも大体全部8割ぐらいまで事前に火を入れておいたもので、それを鍋に入れて、皮とか葉っぱとかで取った野菜の出汁を少し入れて、バターも少し入れて、そのままゆっくり加熱すると、野菜から出た水分が全部また野菜に戻っていくような、蒸すのと煮るのと同時にやって、混然一体となったイメージで作ってます。これも一年中お出ししてて、やっぱり今なんかだと冬の根菜が多い時期だったりもするんですが、なんか夏だとやっぱり夏野菜でちょっとグリルしたものが多くなったりとか、あと春なんかだとちょっと山菜が入ったりとか、いろんな季節で楽しんでいただけるメニューになっていると思います。米麹をちょっとローストして香りをつけた泡のソースですね。ミシェル・ブラスのガルグリなんかだと生ハムでこう動物性の旨味をぐっと引き立たせるんですけど、島民ではこの麹の力で野菜をより美味しく食べれるように工夫してます。